こんにちは。これより復活横尾忠則のドクロ祭りをご案内いたします。横尾忠則現代美術館の平林と申します。この展覧会はドクロや骸骨を中心に横尾さん独自の詩のモチーフも織り込んで横尾さんの死生観をご紹介するものです。それでは第1章からご案内します。このフロアは死とともにというタイトルでドクロや骸骨、骨が描かれた作品を集めています。この企画を横尾さんにお話しした時、横尾さんは展覧会ができるほどドクロの作品はないんじゃないかなとおっしゃっていたのですが、実際にリストをお見せするとご本人も驚くほどどの年代にもドクロや骸骨が登場しています。ドクロや骸骨は死を連想させるモチーフです。横尾さんの作品は鮮やかでポップな印象がありますが、そのベースにはいつも死があって、だからこそ生が鮮やかに浮かび上がっているのかもしれません。このフロアの前半はドクロや骸骨、骨でいっぱいです。絵をじっくり見ていただくとどこかにドクロや骸骨がいます。こちらの作品もちょっと分かりにくいんですが、よく見ると真ん中あたりに赤い顔のドクロが見えます。これはもともとはヒッチコックの映画の一場面で、登場人物の一人がドクロに差し替えられているんですね。このエリアにはドクロと冒険と称して冒険物語の中のドクロを集めてみました。横尾さんは子どもの頃、南陽一郎のバルーバの冒険シリーズや江戸川乱歩の少年探偵団シリーズに夢中になっていたそうです。その頃の気分の高揚感というものに創作の原点を求めて、横尾さんは1992年頃から挿絵の模写を始めます。そうやって命を吹き込まれた登場人物たちが繰り返し絵の中に現れます。特に江戸川乱歩の小説に登場する少年たちは横尾さんの分身となって物語の目撃者となります。冒険小説の中では洞窟にドクロが転がっていたという横尾さんの記憶が作品になっています。こちらのエクスペリメンタルリポートはこちらの絵画実験報告の立体バージョンです。この洞窟、裏から見るとドクロの形をしています。そしてこの少年たちは他のエリアにも紛れ込んでいますので、ぜひ探してみてください。中には少年の顔が横尾さんになっている作品もあります。ただこの作品の中にはドクロは見当たらないんですね。その代わりにこちらに首を吊った人物が描かれています。これは横尾さんの自画像でもあります。唐突に現れた首を吊った自画像というもの、その元になったのがこの作品でした。こちらは横尾さんのグラフィックデザイナー時代の代表作ともいえるポスターで、自分自身のためのポスターとして作られた作品です。このポスターの中央でバラを手にして首を吊っているのが横尾さん自身です。この頃から横尾さんは新進気鋭のデザイナーとして注目を浴びるようになります。すると業界誌に自分の死亡通知を掲載したり、横尾忠則遺作集と題した初の画集を出版したりと、相次いで自分自身の死を演出し始めました。横尾さんにとってそれは現実的な死の恐怖から逃れるための死のシミュレーションであると同時に、定着した自分自身のスタイルを葬り去ることで新たな創造を迎え入れる儀式のようなものでもありました。2018年からはこの作品をもとにした首吊りの自画像が次々と描かれるようになります。
当時の横尾さんは首吊り縄はマイブームとおっしゃっていて、今回ご紹介できなかったたくさんの作品があります。またこれ以降、首吊り縄は独立した図像となります。死と再生の印のようでもあり、横尾さんのサインのようでもあります。死を暗示する首吊り縄がメビウスの輪、つまり永遠を意味する形へと進化したものもあって、死の持つ意味が変化していくようにも思えます。続いてのエリアは他者の死というテーマで、写真のコラージュがある作品をまとめて紹介しています。こちらの作品、記憶の鎮魂歌というタイトルの作品ですが、雑誌の取材のために故郷の西脇を訪れた時、篠山紀信さんが撮った写真を元に描いたものです。ただ撮影からすでに24年が経っていて、亡くなった方もいました。横尾さんは他界した同級生を学生時代の姿で描筆しています。こちらの彼岸へという作品はさらにその6年後、やはり故郷で描いたもので、亡くなった友人たちの顔が空に浮かんでいます。彼岸花が1本備えられていて、横尾さんの追悼の思いを表しています。さらにその隣に3年後の作品があります。3年間の間に亡くなった友人を書き加えたものです。ここでは生きている横尾さんの顔だけが赤い絵の具で、空ではなく壁に描かれています。一人一人の顔を描く、その時間に友人たちとの対話があるように思います。また写真をコラージュした大型作品は、空に膨大な人の姿が浮かんでいて、霊魂が星になったようです。こちらの作品、懐かしい霊魂の会合と言いますが、この中央にいるのは横尾さんとお父さんです。空には無数の肖像写真が貼り付けられています。そして背景には阪神・淡路大震災の風景が描かれていて、震災で失われた命への追悼の思いも込められています。続いて闇の向こう側と題したこの一角では Y 字路シリーズを紹介しています。2本に分かれた道の先がそれぞれ消失点となる構図で、分岐点に立つ私たちは先の見えない未来を選択することになります。ただどちらの道を選んでも行き着く先は死だと言えます。この作品は横尾さんと奥様のウェディングフォトが引用されています。そんな幸せな場面にもドクロが潜んでいます。闇の向こうに死があるということを私たちは知っていますが、その先に何があるのかを知ることはできません。だからこそ歩き続けられるのかもしれません。この数年で横尾さんが描く死の向こうの世界はどんどん明るくなってきています。Y 字路の先に展示したこちらの作品では、マラソンランナーがゴールテープを切っていて、足元にはドクロが転がっています。人生のゴールを迎えたのだと解釈すると、ランナーたちの顔は晴れ晴れとしていて、希望を感じさせるものになっています。こちらの展示室には、横尾さんの版画作品やグラフィックデザイナー時代のイラストレーションのお仕事をご紹介しています。こちらの版画ですね、荒野の狼3階のインスタレーションの中に実はバンダナがあります。3階に上がると第2章のテーマは彼岸と志願です。横尾さんの作品には水辺の風景がよく描かれています。例えば第1章でも幼い頃に死の概念に出会った故郷の川や冒険小説の舞台となる海や洞窟などが描かれた作品がありました。ここではあの世とこの世の間に流れる川やそこに漂う船のモチーフに着目します。この作品は
横尾さんの誕生日に描かれた作品で長いタイトルがついています。僕はヘレン・ケラー女子と同じ6月27日に父の弟夫婦の間に生まれて横尾家に養子として迎えられた。養父母は僕を橋の下で拾ってきたと言った。小さい頃から星空を仰ぎながら僕は僕の運命についていつも空想していた。そして星のように点滅する蛍に自分を例えた。見えない守護霊と根の年のネズミが僕の長い航海の伴侶であることを僕は知っている。これが作品のタイトルです。タイトルが示すように横尾さんは幼い頃から生命の誕生や運命について考え続けてきました。水の流れに任せて進む船という乗り物は運命に逆らわないように生きてきたという横尾さんの生き方を表しているようです。またこちらの一角、赤の宇宙には赤い絵がまとまっています。中でも赤い夜空に無数の星や天の川が描かれた絵画は1996年から97年にかけて集中的に制作されました。この幻想的な星空は空想の景色ではなくて、横尾さんが子供の頃、故郷の西脇で実際に見た空の印象です。B29 が神戸や明石を爆撃すると、燃え盛る炎が夜空に反射して真っ赤に見えたのだそうです。赤という色は血のようで、それは正義も死にもつながる色だと言えます。また、無数の星は死者の魂を連想させます。生命が誕生して帰っていく宇宙は、懐かしさと異界への恐れや憧れを同時に感じさせて、横尾さんの宇宙観、死生観につながっているようにも思えます。このフロアでは、瞑想的な絵画と隣り合った賑やかなインスタレーションが目を引きます。ここにはポスターや挿絵原画、舞台美術と合わせてドクロがデザインされたグッズ、100点以上のアーカイブ資料が展示されています。レコード、時計、食器、衣服といった日常生活の中に潜んだドクロや骸骨があの世とこの世をつなぐ空間にしたい、そういうコンセプトを受けて日暮れ17-15キャスの皆さんがインスタレーションプランを提案してくれました。私たちが立っている地平と俯瞰した風景が連続した空間になっています。また第1章、第2章を通して会場にはリアルな姿のドクロや骸骨が潜んでいます。作品以外のドクロを展示することでお客さんをドキッとさせたいという横尾さんのリクエストを受けて、シャレ神戸ミュージアムさんのコレクションをお借りして配置してみました。こちらは瀬戸内にある手島横尾館に展示されている作品の複製です。この手島横尾館は死の島をテーマに作られた横尾さんの作品となっています。4階にやってまいりまして第3章となります。テーマはドクロたちのパレードです。横尾さんは1980年代初めにグラフィックデザイナーから画家に転向しますが、グラフィックの仕事を辞めたわけではなく、現在に至るまで1000点以上のポスターをデザインしています。今回、ドクロや骸骨が登場するポスターを探してみたのですが、意外に少ないなという印象でした。商品の広告を前提として公共の場に掲出されるポスターの性質から言えば、死のイメージを持つドクロが敬遠されるというのは当然かもしれません。その中でドクロを探してみると、演劇や映画、展覧会のポスターの中にいました。横尾さんは自分自身が少年時代に冒険小説とか映画の中のドクロに見せられたように、非日常の世界への案内役を
ドクロや骸骨に任せているのかもしれません。こちらのポスター、横尾忠則のドクロ祭りと書いてあります。会期が2020年の5月30日から、この展覧会、実は開幕の3週間前に中止になってしまった展覧会なんですね。このポスターは印刷直前で中断してしまったために、今ご覧いただいているのは色構成なんです。横尾さんのところと当館とにたった1枚ずつしかない色構成を展示しています。今回の展覧会のタイトルに復活とついているのは、この幻の展覧会が5年を経て復活したという意味を含んでいます。この5年間にはコロナだけではなく、戦争や災害、いろんな出来事がありました。誰もが避けようとしても避けられない、けれども考えないようにしている死というものを意識せざるを得なかった時間だと思います。ところがこの時期から横尾さんの作品はどんどん明るくなっていって、生と死の境界が曖昧になっていきます。ドクロ祭りというタイトル先行で始まったような企画だったんですけれども、日常と非日常が交差する横尾さんの世界というのが、作品や資料を並べてみて改めて浮かび上がってきた気がします。死をネガティブに捉えるのではなく、肯定しつつ、それでもその先にある光を見ようとすることで生を楽しむ。展覧会を見終わった時に少しでも楽しさが残っていればとても嬉しく思います。最後にこの展覧会の開幕に向けて横尾さんが送ってくださったメッセージがありますので、それをもってこのギャラリーツアーを締めくくりたいと思います。死は遠いものではなく身近なものです。肉体の消滅とともに私たちは骸骨、ドクロに変身します。私たちは骸骨、ドクロに肉がついただけの存在です。この展覧会はそんな人間のリアルな存在をこれでもか、これでもかと怖くなるほど見せつけてくれます。展覧会を見終わった頃には、私は骸骨、ドクロだった。これが本当の私の姿だった。そして電車に乗って家に帰った頃には、なぜ生きて死ぬのかという問題を考える立派な哲学者になっていることに気づくことでしょう。横尾忠則。